こんばんは、キーボードの妖精です。皆さんFurycube GT80 というキーボードをご存知ですが、コスパの良い中華キーボードとしてはちょっとお高めのロイヤル中華キーボードです。そんな GT80 の HMX シトラスグレープ軸モデルをレビューしていきます。ちなみにめちゃめちゃバリエーションがあるよ。カラーもたくさん。どれも可愛らしい色です。まずはざっくり付属品紹介。じゃん。結構豊富。本体側面の LED を透過させるための互換パーツや、マウント用式のオプションパーツまで付いています。自分で追加できる IXPE フォームでしょうか。続いて本体紹介。裏面。ここに無線呼気。側面。手前の高さはちょうど 20mm 程度でした。どうですか？このブロンズカラーと美しい造形。側面から背面に至るまでゴージャス感に溢れていると思いませんか？コーヒーみたいで美味しい。続いて分解。ボールキャッチ構造を採用していて、ネジいらずでパカッとできます。分解最高。底面からペットフィルム、EDPM、TCB、ペット、IXPE、独自配合の PO コットンフォーム、プレートと並びます。TCB は 1.2mm のフレックスカット。無線切り替えスイッチへのアクセス。分解は不可鉄しやすいですが構造に欠点があり、底面のフォームを正確に置かないとはみ出します。固定されないのでかなり気を使って配置する必要があります。仕様はこんな感じ。重さは約 1920g でした。ずっちりとした重量です。次はスイッチ。キャップ詳細。キーキャップはチープです。標準的な量産中華キーボードの二重成形です。別オプションのスイッチの詳細。打鍵音。非純正の PC プレートでもテストするよ。
GT80 の押しとを発表します。レレ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 。じゃん。キーボード本体の外観はパーフェクトです。シンプルながら一生を感じられるゴージャスな感じたまりません。キーキャップの質感がボトルネックです。肝心の打鍵音ですが、箱出しの状態では個人的にあまり好きなものではありません。これは私の水準が高いだけであり良くないという意味ではありません。具体的にはカタカタという表現の非常に合う打鍵音だと感じました。高い音と低い音の中間くらいが強調されています。また FR4 プレートだと特に底打ち音が強調されて聞こえます。全体的に固めですがなぜか締まりが足りないという印象を受けました。納得いかずプレートやマウントを取っ換え引っ返して、PC プレートでは好みの音に近づきました。またヨーグルトスイッチに一部入れ替えた際も印象が変わり、爽快感のある打鍵音が楽しめました。皆さんはどの音が気に入りましたか？ちなみにネジとゴムのマウント方式の印象ですが、大差はありませんでした。強いて言うなら以外にもネジゴムの方がビーンズより柔らかく感じられました。まとめ。このデザインと色合い大好き。そんなキーボードでした。見てくれてありがとう。Thank you for watching.